敵のど真ん中だ。どうする？方法は2つしかない。一つは一気に突っ走る。ヘッドライトの中ですか？もう一つは？あいつが30秒でいい。見逃してくれればここから斜めへ突っ切れる。火事、こっから負傷出ないか？俺が撃つと同時にあんたが突っ走るのかね。いい考えだが俺はどうなんだ。どうって他にどうするね？あんたは銃剣術の名人だ。接近して刺してもらいたいな。どうしますか？どうするんですか？俺が捕まったら構わず走れ。いいな。ちょっとだけど違う。
戦闘でソ連兵を狙撃した時、俺はこの戦闘中に発射された数百万発の小銃弾のうちの一発だけの責任を負っていたに過ぎない。しかし今朝は美智子、俺は人殺しだ。爽やかな君の髪と肌に触れたこの手で俺は情熱もなく人を殺した。ほんの50メートル道路の向こう側へ渡るために、ただそれだけのために。それが必要だったか、それとも無用の殺人だったか。美智子、君は決めてくれるだろうか。上等やと。上等や殿、あの時はどんなふうにやったんですか？くだらんことを聞くな。俺たちはとにかく剣道を越えたんだ。考えろならこれから先のことを考えろ。は？どこへ行くんだね。ボタン湖へ抜けてみようと思うんだがね。そんならあっちだ。しかし無駄じゃねえかな。敵さんの早いお付きだよ。そうか。あんたは朝鮮の方へな行こうと思ってる。朝鮮は満州より日本に近いからな。現隊は現代なんてものは昨日まであったがね。千万国境は気をつけた方がいいな。金日成の地盤だからね。そうかな。赤いところへ行き赤い顔もしようじゃねえか。同志って品語と朝鮮語でどういうか知らんかね。品語ではトンズだ。朝鮮語ではドンムかな。トンズにドンムか。いや、ありがとう。それだけ知ってりゃどうにかなる。じゃあばよ。トンズにドンムか。トンズたちも元気でな。トンズにドンムか。ハロートンズ。トンズにドン。トンズにドン。呆れたやつだ。脱走兵だな、あの野郎は。関東級使命を言わせるんだった。言わせてどうすんだ。友軍に合流したら報告してやる。バカな。バカとはなんだ。お前に指揮を取らせたのはお前が地理に明るいからだ。俺はまだ貸し官だぞ。侮辱は許さん。俺と一緒にいる限りは俺が指揮を取る。貸し官面はやめてもらおう。ついでだから今ここではっきりさせてもらうがね。寺田もよく聞いてくれ。俺はボタン湖がこんなに早く落ちるとは思わなかった。関東軍は事実上崩壊したんだと俺は判断する。だから俺はもう友軍と合流することは考えない。どうするんですか？
戻るんだよ、俺たちの生活に。この方向が何万だ。俺の生活が待ってる。俺はどんな障害があってもみんなが各自の生活に戻れるように努力するよ。それが嫌なのはこの場から別れてくれ。今のうちに決めておこう。どうかね。どっかで遊軍に出会う時もあるだろう。その時合流したいものはしてもいい。してもいいんじゃない。しなくてはならんのだ。梶、兵一般の心得を無視することは許されないぞ。今必要なのは敗残兵の心得だよ。兵隊家業に未練があるならあんたが寺田を連れてどこへでも行きなさい。俺はこの方向へ行く。梶、出られるんか。歩いても歩いても同じところだ。もう2日になる。方角はどうなんだ。地図も磁石もない。しかしお前の行く後俺たちは。歩かなければどこにも行けないよ。分かってるのはそれだけだ。ここは俺の自主じゃないんだ。川らしいぞ。きっと川だ。助かったわ。地獄で仏とはこのことですな。よかったわね。今夜お乳がどっさり出るよ。兵隊さん、今日で5日もろくに食べてないんですよ。みんなで分けてください。どうするんだあの連中。連れて行くのか。考えてんだ。捨ててもいけんだろう。食料だってこれしかないんだぞ。その雑な俺は預かっとく。何も一人で食べようなんてしてないわよ。どうだか分かりゃしない。食べ物ことになったでしょ、まるんだから。何よ。兵隊さん、あんたたちだけにお米くれたんじゃないわよ。お前さんたちは最初からちょっとでも食い物を持ってきたがね。遠慮ってこと知らないんだから。みんな一緒に歩いてた時に兵隊さんにじゃれついてばかりいて。
私たちはね、赤ん坊のお乳にする分まであんたたちに分けてあげたんだから。この陰梅が。陰梅がどうかしたのかい。兵隊さんに裁きつけてもらうから言うわよ。兵隊さん、私たちは陰梅だから一緒におまんまいただけましょうよ。何よ、あいつら。兵隊さん、その女たちは逃げ出す時から人のものを当てにしてるんですよ。何よ、ロスケに強姦されそうな時だけ知恵をやして。よせ。あれだけのもみんなで組んだ。喧嘩をするなら俺たちはみんなを捨てていくぞ。大福が食いてえな。女のケツぐらいあるやつをよ。冷や飯に冷てえ味噌汁でいいや。ぶっかけて腹いっぱい食えたらな。兵隊さん、食べ物の話はやめてくれよ。まったくだ。喋ると余計に腹が減る。梶さんよ、こいつは食えんかね。カタツムリだ。うめえぞこりゃ。関谷さん、六さんよ、ビフ的なようなわけにはいかねえが、それも喉を通るまでさ。そうですな。一ついただいてみようじゃないか。関東軍さえしっかりしていてくれたらな。始まるまではえらい鼻息だったが。俺たちは戦ったんだ。あんたたちも苦労したか知らないわ。俺たちは160人が3人になるまで戦ったんだ。そんなこと言ったって女子供だけでも早く逃がしてくれらなかったですかね。よしよしよし。私たち兵隊さんのためには随分尽くしたと思うんだけど。それで随分儲けさせていただきましたってかい。それはお前さんたちのことだよ。頼むから子供だけは黙らせてくれよ。頼むから。ネオ、いがみあっても食い物は出てこないからな。お母ちゃん。そいつを食っちゃいけねえよ。雑貨屋さんよ、休んだらそれっきりだぜ。兵隊さんはいいですよ。子供がいないんだから。ああ、早く歩かれたんじゃとっても。兵隊さんよ、極楽なんてものはどこまでいたってありませんぜ。俺のせいじゃねえよ。火事っていう上等兵の雑の中にはまだ極楽が詰まってらな。
どうした後の連中は？死ぬもんか。畜生、余計な足手まといを連れてくるからこんなことになるんだ。火事、どうせなくなるんだ。最後の米で思いを作れ。ダメだ。この米は密林を突破できる見通しのついた時か、枕を並べて死ぬ時にしか食わない。大丈夫か？しっかりしろ。え？おい。待っててくれたのね。案外強いね、君たちや。だって兵隊さんに捨てられたらおしまいだもん。さあ、元気を出して歩いて。お前一人を死なせはしない。遅れて申し訳ありません。年には勝てないもんですから。歩いて力が尽きてもいいじゃないか。私はお前のそばにいる。飢えてるのはあんただけだけか。食べなきゃ子供が死にます。子供、うちの人だってもう。みんなそうだよ。ほんの少し、子供とうちの人にほんの少しだけ、私は決していただきませんから。ダメです。ひもじければ草でもかじりなさい。子供が死んじゃう。子供が死んじゃう。誰が生き残るか知らんが、この米は死んでいく者には食わせない。あんた一人で食うんですかい？どうせ明日もここから出られないとなりゃみんなおだぶつでさ。食う時まで生き残るんだ。黙って寝ろ。誰か来て！子供がどうしよう。うちの子が死んでる。うちの子が。誰か来て！お医者を呼んできて！うるせえな。みんな死にかけてるんだ。亭主はどうしたい？どうにかしてくれ。こっちが気違いになる。泣きたいだけ泣かせりゃいいのよ。さあ行こうよ。こんなとこにいたら死んじゃう。さあ起きて。早く起きて。行くんだから。いい加減にしねえかよ。やれやれ。焼き鳥が行ってしもうた。とんだ狙撃手だ。すまん。目が全然弱ってんだ。
後の連中はどうした？先生たちはどうか先行ってくださいって。雑貨屋。あの人たち急に苦しみ出して血みたいな吐いて。キノコだな。自殺したきゃ銃を貸してやるよ。誰か他に食ったもんはいないだろうな。食べたわよ、おいしそうに。あの人たち。もうあんたのお世話にはなりませんよ。生きようと死のうと勝手にさせてもらいましょう。埋めてあげるから下ろしなさい。追ってっても生き返りはしないんだから。あんたがこの子を殺したんじゃないですか。今日一日で随分死んだな。子供さんや奥さんは聞いてどうすんだよ。どうもしやせんさ。ただ聞いてるだけだ。楽にさしてやったよ。楽にな。俺たちだけじゃないらしいな、迷子は。俺は諦めないぞ。出られますか？明日あたりが勝負かもしれないな。俺と引田が捕まえたんだ。一匹は俺たちで食う権利がある。いかん、みんな平等で食うんだ。てめえは鳥を打ち損なやがったくせに分隊長ずらすんだよ。一匹は俺たちで食うからな。食ってみろ。鳥は打ち損なったが貴様を打ち損ないしないぞ。鉄砲が撃てんのはてめえだけじゃねえんだぞ。やめてよ。子供みたいに何さ。まったくだ。俺たちは何をやってんだ。カジさんよ、みんなで平等に食うからあんたの米を出してくれよ。米は明日だ。明日出られそう？わからんね。ただ俺はこんな気がするんだよ。部隊が全滅した時目の前に弾が落ちても俺は死ななかった。まさかこんな森ぐらいで死にはしないだろう。じゃああんたについて歩けば私も死なないわね。まあそう思ってもらおう。どこまでだって私あなたにくっついていく。どこまでだって。明日は頑張って歩こう。南蛮はどうなってるかしら。妹がいるのよ一人。身内はそれだけ。妹は私みたいじゃないのよ。
そこ行くの？連れてってくれる？南蛮が無事ならいいがね。南蛮は大丈夫だよきっと。これが最後だ。今日俺はこの森を出る。とにかく出るんだ。畑か人海に出るまで絶対に止まらない。死にたくなければついてきてくれ。なんて足が速いんだ。この傷さえなければ火事に追いついてみせるのに。火事を問え。あんたは俺はアホだって言ったな。忘れやしない。あんたは俺を戦車から救ってくれた。これも俺は忘れやしない。一体あんたは何てやった。クソクソくそ。チキショー、半チキショー。どっからあれだけの馬力を引っ張り出してきやがるのかわからねえ。チキショー、こんなことで友軍にぶつかりでもしたら上等兵に引率された伍長なんて俺はとんだ恥さらしだ。名誉の戦士を知ってりゃな、今頃は霧の小箱で九段坂だよ。アホだ。歩いたって出られやしねえ。アホらしい。助かるときは助かるんだ。勝手にしやがれ。俺はもうやめだ。どうだよ大将。俺の考えじゃ野郎は方角間違えてるんだ。野郎の以降は不乱情だ。どうでもしやがれ。俺はもうやめだ。はぐれちゃん、立ちなさいったら、梅ちゃんってば。梅ちゃん。いてよ。
俺は一体どこをどう歩いてるのか。こうして歩く。まるで無駄なことじゃないのか。何万だってことと同じように日本人の墓場になっているんじゃないだろうか。日本人は行くところも住むところもなくなっているんじゃないだろうか。待ってくれ。殺さないでくれ。俺は帰る。帰って裁きを受けるから。美智子、君はまだ生きてるだろうか。君は俺がこうして君のところへ歩いていることを知っているだろうか。今日中に畑に出られそうですか？寺田、見えないか。何だと思う？何だと思う？うちですか？それとも人間かだ。うちです。きっとうちです。いや、まだ喜ぶのは早いかもしれない。みんなが来るまでここで待ってよう。西雲台の牛島隊といったな。そうであります。作業隊は土井隊といったな。そうであります。西雲台は牛島大隊長以下全員玉砕したはずだ。土井中とかいうのはどうした？戦死されました。お前らなぜ生きとるんだ？なぜ最後の突撃を敢行しなかった？貴様らは指揮官が殺されたものんべんだらいと生きておったんか？うん？察するにお前ら脱走兵だな。女連れで歩くとは何事だ。不謹慎キャマル、釈明してみ。釈明はしません。食料はいただけないでありますか。やらん。我が隊は南仙国境の防備線に達したらそこで最後の一戦を挑むんだ。貴様らのような腰逃げに連れてやる食料はない。消せろ。まごまごしとるとひっくくってその辺の木にぶら下げるぞ。永田隊だったな。食料はいらん。説教は無用だ。こっちからくれてやる。頭に一発ぶち込んでやる。誰も動くな。寺田来た。誰でも動いたらぶらせ。こいつら一生用聞き去って何が最後の一戦だ。食料が欲しいなら欲しいと言いやがれ。貴様らはな、そうやって一切合切持って逃げ自宅するために俺たちは全滅したんだよ。全滅を食らせるぞ。甲斐さんよ、脅かしついでにもう一押しして食料を巻き上げてくるんだったな。食料なんかどうだっていいですよ。あの野郎。広永班長、あんたが合流したがってる部隊なんてあんなもんだよ。
あれが大義なんだからな。誰か来るわ。やったな赤字。俺を忘れたかい。丹下。そうだよ丹下だよ。いきなりぶっ放しやるから驚くじゃないか。すげえひげ面になりやがって。変わったな。殺したり殺されたりすればね。ま、話は後だ。みんなで食えよ。まだ終わってないんだろうか。終わってるはずだがね。終わるとしたらどういう形だろう。ドイツと同じさ。無条件降伏だろう。そりゃそうだ。しかしその後でね、俺たちのような、つまり人間そのものはどうなるんだろう。それだね、問題は。負けたら国は滅びるんですね。国ってなんだ。お前が教え込まれたような国は滅びるよ。滅びていいんだ、そんなものは。俺たちは今まで生き延びようと思って必死だった。つまり俺たちの意志で生きられる国がどんなふうにできるか、それが問題なんだよ。願くはだ。民主勢力が結集して敗戦の収拾に当たってくれるといいが。民主勢力なんてのあるのかな、日本に。大部分が俺みたいなやつか、俺以下のやつだ。何もできやしないんだ。まあそう腐るな。勝負はこれからだ。そんなことじゃない。俺たちは兵隊になった。戦闘した。壊滅してこうやって歩いてる。人を殺し人を見捨てて歩いてきた。君が言った敗戦の収拾だって、それをする資格のあるやつがどれだけいるかだ。もうよせ。お前は観念まで植え始めたらしいぞ。おーい、あったぞ、畑だ。よく眠ってるわ。兵隊さんが仲間に入ってくれたんで、この人きっと安心したのね。苦労したらしいね。しかし君は女でよくこの男と一緒に歩きとした。偉い。偉かないわ。必死だったもん。もうダメだって何度思ったかしら。でもね、この兵隊さん冷淡そうにしてて親切にしてくれたし、妹がどうしてるか確かめるまでだと思って。うん。どこ？大説教ってとこ。じゃあ火事の近くだ。そうよ。くっついてこうと思うの。まあ今日からお腹壊す心配あってもひもじくなる心配ないわけね。
この野郎！何をするんだ！进起来，进起来！我们并不是伤害你们来的，只是打算问一问路。请问这一带来过俄国人没有？そうつんぼのふりしてやら。我们不过是打算回家去，请保护在那边。好，谢谢你，谢谢你。敵将騙されたらしい。あの野郎撃ち殺してやるんだって。日本兵が畑を荒らすから彼らが俺たちを憎むんだ。変だな。どうして銃があるんだろう。敗残兵から奪ったにしては数が揃いすぎてる。民兵組織が各部落にできてんのかもしれないな。おいよ、早いとこ逃げよう。交代したら包囲される。隙を見てあの道を突破するんだ。おう、いいとこ来てくれたじゃねえか。あそこを突破しようと思ったらな、警察がヘマやりやって面白くねえことになりやった。戦闘部隊か。というより全滅部隊だ。おお、そいつは優秀だな。どうだこういう作戦じゃ。奴ら今のところ丘の上の方を探してる。手が増えたところでな、君たちはここから援護してくれ。俺たちは一気に突っ走ってあそこの森まで行く。あそこから俺たち援護すれば君たちはゆっくり来られる。いい作戦だがね。それではこっちの都合が悪い。なぜだ。偵察に行った連中はどうしたんだ。ほら、あそこで証人立ってるだろ。あそこであっという間にやられたんだ。貴様黙ってろ。救援もしなかったのかね。救援ってこれだけの兵力でどうするんだ。あんたたちがあっちまで渡ってからこれだけの兵力じゃ救援できんなんて置き去りを食うのは嫌だからね。あんたたちと俺が残ってこっち側から援護する。タゲたちは先走って援護してくれ。これなら協力作戦に賛成するよ。信用せんのだな、俺たちを。ちょっと待ってくれ。夜まで待ったらどうだろう。夜まで待てるか。敵はもう俺たちを確認してるんだぞ。この機会を逃せるか。そうかもしれない。靴の紐をよく締め直せ。よし、行こう。腕、当たらんでもいいんだ。撃って全身を止めるんだ。行こう。今度は俺たちの番だ。行くぞ。いたのか。
いや大したことはない。師匠、ひでえ疲れた。藤家の野郎、とうとうやられちまった。やられた？奴ら面白がって帰ったんじゃ。民兵組織までできてるとこ見ると終わってるんだよ、きっと。戦争が終わってんなら投降しろとか武器を捨てろとか告知ぐらい出してもいいだろう。それもやらずに借り出すのか。投降しろと言ったらするかい？しないわね。当たり前よ。捕虜なんてやつは不自由でいけねえやね。くだらん自由を高い金を出して買ってんのかもしれんさ。冷え込んできやがった。俺が言った通りにすりゃ今頃オンドルの上で女の夢で見てられたんだ。やっこさん、シャバへ近づいたらバカにおじけづきやがって。ちゃんころが鉄砲を持ってるからってピクニックすることはねえやね。大丈夫かい？ええ、ただ震えてきちゃうだけ。足は痛まない？痛むがね。ただ痛むだけさ。雨露をしのげるってことのありがたみを初めて分かったわ。いつもは何にも感じなかったけど今途端に感じちゃったわ。なんだかお分かりになる？雨風の心配のない自分の家があるってこととてもいいもんだなって。美智子、幻のような幸せだったよ。俺たちが中国人たちの犠牲の上に過ごした艶やかな生活のために今俺は高い支払いをしている。しかもその度に人を殺し盗みをしなければ君の方へは一歩も近づけない。美智子、俺たちはもう一度やり直すことができるだろうか。俺たちは。よいしょ。ブラックらしいものは見えません。変だが大休止にするか。うん。しかしあの豚は魅力だな。まんざら空き家でもないらしいが。危ねえこともねえだろう。やっと屋根の下で寝られるか。大休止にしよう。よっしゃ、豚は俺が引き受けた。この脂っこい匂い嗅ぐと思い出すな。福本、あの八景老人のところよ。あそこよかったですな。よかったぜ。蜂蜜あるしよ。肉は食い放題。こんな白い肉もな。あね野郎。女は股広げてるってに震えてやる。いざって時によ。そう、うまくやりやがった。その頃俺たちはジャングルの中でカタツムリを食ってたもんだ。でんでんムシムシをよ。何の手柄話だ。俺と一緒で女に手を出したら文句なしに俺が射殺するからな。なんだよそら。
ケトやちゃんこの女はどうだってんだ。日本の女だってあっちこっちでやられてっかもしれねえんだぜ。乱世だよ、お互い様だな。おう、この連中俺がどんな男か知らねえらしい。およその見当はついてるよ。まあ、そう資格ばらずに風めく次第で行くんだな。その日その日が一生涯ってな。ひどい傷。もう治ってるだろ。上等兵殿が火薬で消毒してくれたんだ、戦闘最中に。あの人が。姉ちゃん、体洗ってやろうか。いいケツだ。何すんのよ。ケツがうずいてるんと違うか。不思議なことがあればあるもんだ。3階に身の置きどころない俺たちにだよ。こんな場所が与えられるとはな。外へ出ようか。中が陰気だ。やっぱり連中呼んできて早くこう引き上げよう。どこ行っても危険は同じだろう。少しは連中の手綱を緩めてやれよ。俺が手綱を締めてるってのか。君は自分の能力の線まで連中を引き上げないと承知しない。そういう傾向がある。まあそれだからここまで生き延びてきたのかもしれんがね。とにかく出発しよう。あんたも早く上がってよ。脱ぐからね。早いとこ頼むぜ。女の裸見たことないのかい？おめえもしばらくぶりだろ。どうだよ俺と。誰があんたなんかと。惜しむような体かよ。銭のねえのが気の毒だがよ。いいじゃねえかよ。手を出してごらん。人を呼ぶわよ。裸でなんだ。不用心だぞ。余計なおせっかいはやめてもらいましょうぜ、上等兵さん。小屋帰れ。出発準備だ。文句があったら小屋で聞く。男をからかうのはしたまえ。からかってやしないわ。ちょっと危険がないと思うとすぐこれだ。君たちは。君たちはってどういう意味さ。偉そうな顔しないでよ。私はああいう人の方が好きさ。誰を救おうと君の勝手がいつも危険があるってことを忘れないでくれ。間違いが起こっても君一人のことじゃ済まないんだ。もう足手まといにならないから。何さ。おいよせよ。ふてや畑の中で俺たちのことを見張ってやがった。俺たちは勝手に豚を殺して満腹したがこのじいさんのうちかもしれないじゃないか。お前にしちゃお手柄だな。俺は野草をして捕まえたからいいようなもんのえれえことになるとこだって。ツスにちゃま。准备火啊，可是火燃すらに面だつ。何を言ってやるんだ。てめえたちは揃いも揃いやがって。
壁を破れ、壁を。ああ、こっちだ。早くしろ。しろ。上等兵殿は大丈夫だろうか。あの人がいなくなったらこれからどうしていいか。どうにかなるさ。あいつだって神様じゃねえ。俺たちだって西も東もわからねえってもんでもねえからな。俺はこれから先逃げることを考えるより先に戦って殺してやる。奴ら俺たちを殺すんならいいよ。なぜ非戦闘員のしかも女を殺すんだ。気が立ってるんだね、どっちも。仕方がないって言うんだな。仕方がないってことを言えば何だって正当化されるぞ。手榴弾で腹が裂けてんのにまだ生きてる。楽にしてやったよ。畜生、ひでえ殺し方しやがってやつら。他の連中は？多分その辺にいるだろう。探してしてくれないか。俺はこの人を埋めてやる。俺は向こうの仏様を埋めてやろう。万次郎か。いかんか。君は女を葬る。それなら万人の方だって葬ってやれるはずだ。君の代わりに俺がやるのさ。あのトウモロコシ畑まで見つからずに行けるといいな。ここで駆り立てられたらお手上げだ。
出たぞ。上等へと。慌てるな。まだ遠いんだ。俺たちの他にも廃山兵がいるらしいな。どうする？しかしこれは同じいけすの声にならんとも限らんぜ。とにかくトウモロコシ畑まで急ごう。ひどい連中が取ったらしいな。だから徹底的に討伐しようって言うんだろう。そいつらの討伐ちょろげてたまるか。チキショー、こりゃ大事になってきやがったぞ。どうする？出られないぞ、カジ。出られないな。ひでえ巻き添えだ。俺たちは何もしねえのによ。何もしなかったかね。上等へ殿、後ろから煙が。向こうへ逃げよう。ダメだろ。出たら撃たれる。一人も無事には助かるまい。この辺が年貢の納め時かもしれんよ。投降しよう。バカ、あぶり出されて投降できるか。こっちは一発も撃っちゃいないんだぞ。それなのに投降の勧告もしないで火をつけた。俺たちをあぶり出して殺すとしか思えない。しかし二人一組になれ。火を突破する。伸びを消す要領。煙の向こうにはいくらも銃はないだろう。どうした？危ないとこだった。夜までここに潜ってよ。成功したからいいようなもんの、君のやり方には感心しない。犠牲も一人出たしね。弘中のことか。君を責めるわけじゃない。分かった。鉄道へ出たら情報も入るだろうし、いろんな生き方もできるようになるだろう。そこまで行って解散しようか。日本人の避難民じゃねえかよ。もんぺみたいのが多いところを見ると女ばかりのようだな。声かけてみるか。待て。もう少し様子を見てからだ。ん？
どうしたんだ？見ちゃいけないよ。信じられない俺には赤軍が地方人に乱暴するなんてことは。地方人だって日本人にだけよ。満人がまたロシア人に告げ口するんだから。囚人部隊が取った後なんかひどいもんよ。女でさえありゃ何だっていいんだから。負けた国の女くらい惨めなものはありゃしない。赤軍の中にだってろくでなしはいるだろう。何百万のうちの何人か、何十人か、何百人かがそうだとしても、赤軍、いや労働者の軍隊の意味が台無しになるもんじゃない。過渡期の誤りだよ。必ず訂正される誤りだよ。赤軍はナチや日本の軍隊とは違うはずだ。アメリカの軍隊などとも根本的に違ってるはずだ。歴史の中では些細な事実だって個人的には絶大な事実だ。その人間は、それを見た人間は絶対にその傷跡を忘れやしない。その傷口の一つ一つから憎しみの血が噴き出る。人から人へ伝わって消え去りがたい不信を養うだろう。君はこの些細なしかし大きな人間の汚辱を人間の前に何と説明するんだ。何万いった部隊もそうなんだろうかね。俺は信じるよ。兵隊さん、何万の方へいらっしゃるんですか？ああ、私たちボツリのおじのところへ遊びに行っていたらこんなことになってしまって。お父さんたちは？わかりません。君たち二人で朝鮮へ出るつもりかい？いいえ、北古島へ帰りたいんです。どうなっているかわからなくても連れてってくださいませんか？南古島までで結構ですから。いくつだい君は？18です。僕たちの足は速いからね。歩けます。歩いてきたんですもの。途中なんともなかった？しっかりした芸妓さんたちがいましてね、その人たちが身代わりになってくれたんですよ。その人は？連れて行かれました。
の坊主はロスケに鉄砲突きつけられたんでおかしくなったんだそうだ。あの娘がやられるところを見たもんでよ。よせよ。すみません。私たちのために何回も休んでいただいて。君は何でお姉さんにしてもらうんだな。あ？家へ帰ればきっと元気になってくれます。お父さんやお母さんへ返すまではどうしても。気持ちがいいぞ。君もやらないか。まるで自分の顔じゃないみたい。その方がずっといいぞ、べっぴんさん。脅迫湖は近いかね。すぐです。まっすぐ行ったら何個と出ます。君たちは今日すぐ帰ります。北古島の方はどうなってるか知りません。さあ、僕は北古島からこれほど離れた部落のものですかよく知りませんです。きっともういないんじゃないかと思います。農協をしていた日本の人も全部避難しましたですから。この湖に沿っていけば孤島だね。ええ、あと10里くらいです。君たち2人でそこまで行けるか？ええ、もう大丈夫だと思います。昨日の朝鮮人の話を聞いてからずっと考えてきたんだけどね。帰ってみてもお父さんやお母さんたち避難しててもうそこにはいないんじゃないかな、きっと。だから君たち2人で無理をするのはよくないよ。君たちもし他に行くあてがなかったら僕のところへ来ないかね。まあこれだってあるかないかわからないが、落ち着いてから連絡を取るなり内地へ帰るなりそうした方がいいんじゃないかな。私やっぱり帰ってみます。両親はいなくても知り合いの中国人がいますから確かめてみないと気が済まないんです。俺が送ってってやるよ。なあ福本、行って親さんたちがいたら厄介になろうじゃねえか。いいだろ姉ちゃん。俺はもう歩くの飽き飽きしたぜ。半月ほどゆっくりしてからなんとか考えよう。日本人がいなかったらどうします班長さん。そうさな。家族にでもなるか。姉ちゃん女ともくしてよ。やけに急ぐじゃねえか。深夜のこと知ってんだよ。でも班長殿、娘の家がなくなったらくたびれ儲けですよ。任しとけ。その時はその時でまた別の作戦だ。ちくしょう、いいケツしてやんな。
変なもんだ。畑に潜り込んだ俺たちに戦車砲を撃ったり焼け打ちをかけたりするかと思うや、こんなとこがそっくり残されていたりするんだからな。うん。廃山兵の楽園だな。よう戦友、どこの部隊だ？国境の生き残りだ。記者、やっぱり負けたのかな。ともかくよ、俺たちは紙切れ一枚であんなとこに連れてかれてよ、関東軍の偉方に見送り方を考えてもらう権利はあるよな。いや、そりゃ権利はあるがね。しかし関東軍の偉方はもう捕まったか、内地へ飛んだろうね。もし負けたんだったら内地だって。内地はアメリカで、満州はロシアか。ソ連は満州を取らないよ。中国へ返すだろう。蒋介石にか。さあ、それはどうかな。とにかく中国人にだ。ソ連は土地を取らなくてもいいんだ。目的は達したのさ。中国が本当に解放されればね。じゃあ何か、ソ連はただ働きでも結構でございますってのか。いやね。丹下。その解放だがね、どんな風に進行するんだろうかね。中共が動くよ。革命の条件が揃ってる。内戦だな。おい、お前たち赤か。赤ならどうしてロスケのところへ尻尾振っていかねえんだ。振る尻尾がないんだよ。じゃあ数入りの赤か。本物なら聞きたいことがあるんだ。誰だ！友軍。よし。外目っぽい冷えるぜ。まるで冬だ。林の中からここの明かりがよ、チラチラ見えた時は嬉しかったぜ。ここで籠城するのも悪くねえな。両松は5万とあるじゃねえか。みんなどうするつもりなんだ。引田、あの娘は子供とどこで別れた？どこまで行ってきた？目的地を見下ろす山の上まで行ったわよ。あの娘ちゃっかりしてやがる。もうここまで結構ですね。つまらん嘘はよせ。俺たちより往復80キロも余計に歩けるか、一日で。嘘だったらどうする？おめえが今さら口出す筋はねえだろう。そんなに気になるならどうしててめえが送っていかなかったんだ。てめえ俺が送ってやるって言ったもんだから格好がつかなくなったんだろう。綺麗なところだけ娘に見せようなんて気取ってやがったからな。どうせあいつはロスケにやられたカスじゃねえか。箱売りの扱いなんざ見ちゃいられねえよ。ならどう扱った？だからよ、適当に扱ってやったんだよ。適当に。どういう意味だ？知りたいか？ロスケの汚れを清めてやったのさ。貴様ら3人であの兄弟を落としたか？違うか！出て行け、貴様ら3人。銃は取り上げる。体験も外して丸腰で行け。誰だ、銃を取り上げろ。貴様ら今夜から四つ足で歩け。
ぞ歩きやがって。下から丸見えだぞ。おい、お前たち額はいけんぞ。どうしてだ？討伐隊がいるんだ。北の森には伐採道路がある。その辺りまでだ、俺たちの行動範囲は。君たちは一体どうしたんだ？ここで籠城だ。あっちに隊長殿がおられるから、よーく状況を聞いて身の売り方を考えた方がいいぞ。ここをどっから砲撃する？兵隊は粒寄りだし、銃器、軽機、敵弾頭全部揃っておる。食料も来年までは十分に持つ。来年まで持ちこたえてどうするつもりですか？そこだ、俺の言いたかったことは。お前たち、日本はどうなったと思うか？満州はどうなる？呂助は満州を信に返すと思うか？返します。返すはずです。誰にだ？蒋介石にか？蒋介石には返さないでしょう。蒋介石はいらんというかな？取ろうとするでしょう。アメリカは後ろにいますから。八郎は黙ってると思うか？思いません。よし、意見が一致したな。アメリカは蒋介石の後押しをして満州からソ連中朝の勢力を駆逐するはずだ。見とってみ、必ず国内戦が始まる。それも極めて近い将来にだ。我々はその機会を捕まえて行動に移る。わずか50人ばかりの小部隊ですか？部隊の大小は問題ではない。意義の大小が問題なんだ。中央軍の進出にこうして我々が行動を起こせば粉砕されます。あなたは兵隊の命を無駄に消耗しようとしておられるようです。お前はどうなんだ？危険区域をみんなを引率して犬死にさせても平気なのか？犬死にではない。みんなは軍隊も兵隊も嫌になった。地方へ帰りたさの一心で歩いてる。米軍や蒋介石の提灯持ちで命を張りたくないですね。止めません。さっさと行け。先走った口を出すな。越冬食料は十分にある。お前たちの中で合流したいものがあれば申し出ろ。それは各自の自由だ。今夜はこの付近で寝る。俺たちは明朝早く出発。向こうの下士官に状況をよく聞いたがな、突破行動は無理だよ。こっちから行った偵察隊も伐採道路を抜け切ったあたりで呂助の討伐隊に細く殲滅されたらしいんだ。だからって山ごもりした方が安全だということにどうしてなるんだ？残留したいものは勝手だわね。冬が近いな。急いで行こう。道は遠い。討伐隊がいても突破できますか？大勢になったから見つかりますね。広い森の中だよ。心配すんな。丹下さんは早く投降した方がいいって言っています。おい、海事とかいう上手兵いるかい？向こうだよ。甲斐さんよ。ここだ。俺たちも仲間入れてくれないか？こんなところでまたぞろ戦争始めないちゃかなわねえ。君たちの好きなようにしたらいいが、君たち隊長に言いにくかったら俺が代わって言ってあげようか。よしてくれ。ここは兵と同じだ。脱作の罪で処罰されるんだよ。じゃあどうやって抜け出すんだ？俺たちはよ、先行って下の森で待ってるから拾ってってくれよ。
ここを出てシャバへ戻れさえしたらなんとか地道に暮らせるよ。なあ。我々はいかなることがあっても姿勢を共にする、身体を共にすると盟約を交わしておるのだ。処罰する権限がどこにある？軍隊が解体したんだ。軍紀の適用は誰にも許されんぞ。多谷の門の妖怪は許さん。この両名の者が盟約を裏切ったことはそのこと自体は詐称なことだとしてもだ、他の者に与える心理的影響は看過できん。我々は日本人の矜持を失わずに時期を待って行動に移ることが最善の道だという結論に達しておるのだ。問答無用です。隊長殿。おーい火事上等へ。余計な口出しをしないでお前らさっさと下山しろ。こっちには腕の鳴ってる連中が大勢いるんだからな。やってみろ。集団の規律が効いてあげれるよう馬力さん気取りもいい加減にしろ。山賊じゃないか君たちは。おお、山賊結構。山賊流に貴様も一緒にこの北郷総長がぶった切ってやる。待て。お前たちの指揮者を呼んでこい。この両名と示し合わせた節がある。あの男は呼ばん方がいいだろう。この男と同じように気が短くて手はもっと早いかもしれない。俺ならここにいる。影、もっと離れてろ。隊長さん、取引しませんか？私の方からそちらへ合流したがってるのが3、4名あるらしい。そっちの2人と交換しましょう。来る者は拒まない。けれどもが脱落や裏切りは絶対に認めない。北尾処罰。貴様。竹、銃を拾え。隊長さん、俺たちを穏やかに下山させてほしい。あんたたちは冬になるまでに殲滅されるか捕虜になるだろう。俺たちはごめんだ。俺たちは出かける。背中に何か背負ってますね。火炎放射器だ。奴らのんきなもんだ。戦費も光栄もなしに来や。後ろから攻撃したら案外いけると。君一人でやれよ。行こう。俺は単独で投降するよ。行くか。君たちが行ってしまってから俺はあの連中の方へ行く。遠くから声を出していけよ。手を高く上げてな。また会えるかな。お互い生きていればな。君の生き方は正しくて俺のは間違ってるのかな。わからんよ。誰もわからない。キツツキだよ。心配なこったな。死んだように静かですね。
今夜は屋根の下で眠れるといいな。念のために行動を二分する。腰がおかしくなりやがったよ。いい加減にしてもらいたいな。働かせやがったな。お前が二手に負けなかったらとんでもないことになるところだったぜ。こいつでバリバリってやられると肝が縮むぜ。今度はこっちで使ってやる。ソ連の銃はみんな捨ててくれ。どうしてよ。こいつがあれは今みたいな時に役に立つとは限らんよ。まずく言った時向こうの銃を持ってみろ。それだけで射殺される理由は十分だ。連中が聞いても日本兵がどっかで片付けられたと思うだろう。だんだんなるやつは全部放して捨てろ。今夜は徹夜で退避する。万人部落じゃねえようだな。開拓部落じゃないですか。そうらしいな。どうする？行ってみよう。あの隊長の言い草じゃないが、この辺りから敗残兵の行動圏外だ。言い換えてみりゃ人間のシャバに戻れるかどうかの境目だ。4組に分かれてくれ。組と組との距離は300ないし400。俺の組は先行く。もし何かあったら後の組は投降するなり逃げるなり、その組の判断に任す。今日明日で俺たちの運命は決まるだろう。
あんた方はどちらへ行きなさる？鉄道を横断して何万円ね。3人だけで。いや、約15名外にいます。あんた方は死んなさらんか。もう2、3里行くと鉄道へ出ますが、その先に捕虜収容所がありますんじゃが。兵隊は通りませんでしたか？時々来ましたがね。それがね、困るんですよ。食い物がないって転がり込むんでしょ。私たちだって持ってきたものはとっくになくしちゃったし、この部落の畑だってもうほとんど荒らされちまって、これから先どうするか途方に暮れてるんですもの。ここを通った兵隊はどうしました？大抵方角を変えていったようじゃが、そのたんびに遠くで自動小銃の音がしましてな。おそらく無事とは思われませんのじゃ。向こうの兵隊が来ていたずらしませんでしたか？初めのうちは怖かったし憎らしいと思ったけど、考えようによっちゃ日本の兵隊さんよりいいですよ。黒パンなんか持ってきてくれるし、大きな図体して子供みたいに無邪気だわ。おとなしくしてれば喜んで帰っていくものね。この間来た日本の兵隊さんみたいに食い逃げただ乗りなんかしないんだから。あんた方ここで泊まりなさるおつもりか？日本の敗残兵はロシア人より評判があるようですから無理にとは言いません。野宿したっていいんだ。あんたの人柄を見てお願いしますんじゃが、ソ連軍が面倒を見てくれると言っても今日明日の間に合いませんでな。大変虫のいい話と思われるか知らんが。何です？1里ほど向こうにトウモロコシとジャガイモの畑があります。かっぱらいだね。悪いことでお願いしにくいが、女たちが取って運びますから、その間怪我のないよう警戒していただけるとありがたいんじゃが。わかりました。悪者になりましょう。女の人たちは途中まで行って待ってなさい。あんたたちは現場へ行かない方がいい。火のそばにいても底冷えがするわ。うちの中へ入りません？あのうちの一番奥、場所開けてあるわ。不審番はいりませんか？俺はもう少し起きてるよ。後で誰かに代わってもらおう。びっくりするわよ、あの若い人。何を？何をって暗いうちの中で雑魚寝なんだから。女の数の方が多いのよ。
兵隊さん、怒ってるんですか？私がロシア人のこと言ったから。いや。じゃあ汚いと思ってる。そうでしょ？いや。あんたたち。いや、あんた亭主持ち。ええ。亭主持ちなら飢え死にしなきゃいけなかったんですか？舌を噛み切って死ななきゃいけなかったんですか？誰がそんなことを？生きて帰っても元の生活に戻れる人がどれだけいるかしらね。一晩一緒に寝た兵隊さんと女はね、一緒に内地へ帰る話を必ずするんですよ。肌と肌をくっつけてる時はそれが本当にできるように思うのね。でも夜が明けたら兵隊さんはもたになのよ。キョロキョロしてビクビクして鉄砲担いで逃げてってしまう。兵隊さん、聞いてるんですか？聞いてますよ。女はね、泣きもせずにどこかへ連れてってくれる兵隊さんが来るのを待つんですよ。帰るあてもないしね。会える見込みも全然立たないしね。それに第一、いつまで生きていられるかわからないんだもの。みんなそうですよ。めちゃめちゃだわ。食べて体を弱らせないことに気を配るだけ。帰るあてもないしね。会える見込みも全然立たないしね。みんなそうですよ。めちゃめちゃだわ。めちゃめちゃだわ。みんなそうですよ。帰るあてもないしね。会える見込みも全然立たないしね。帰るあてもないしね。会える見込みも全然立たないしね。入りましょう。夜は大丈夫です。ロシア人も満人も来やしません。先を入りなさい。あとでどっかそこら辺潜り込んで寝ます。貧困法制な兵隊さん。兵隊さんには珍しいおすまし屋さんね。お立派すぎて私なんかにはお相手が務まらないわね。盗っ人が盗んだもんで女を買うのかね。美智子、俺はまだ生きてる。俺は君に向かって歩いてる。もし君がもういないとしたら、俺は明日一日歩けるかどうかわからない。
ああ小田原表情が始まってるで。女とに若夫婦になって残りたいとか、牛取り道中やらかそうとか。お前はどうなんだ。ゆんべはそんな気にもなったよ。久しぶりに命の選択をしたぜ。ところでお前はどうしたことだ。禅寺の坊主みたいにこんなところでよ。水を向けた女がいたろうに。そんなことはどうでもいい。貴族部隊は解散しようと思う。俺はゆんべそのなんだ女の情けってものは身に染みたがよ。それでどんなもんかやな。みんな銃や剣を捨てて避難民になってぞろぞろ歩いたら足弱の女連れちゃ歩けねえよ。いずれどっかで見捨てちまうことになるさ。そうでもねえさ。男だけなら殺すか殺されるかだ。女を連れて歩きゃ手加減してもらえるってもんだ。兵隊さんたちの中にもどうしても私たちと一緒に行くって人もいるんですよ。これだけ大勢男の人が来てくれた時に思い切ったことしなければ行く先どうなるかわからないもの。途中でロスケや万人がどっと来たらどうするのよ。兵隊さんは鉄砲があるから逃げられるだろうけどさ。私たちそれこそすっぱだかに剥がれて何されるかわからないわよ。あの若い人、あんたを怖がってるわよ。どうして？あんたってそういうふうに怖がらせる人だもの。あの子は私の方から誘ったんですからね。俺と何の関係があるんだ？ありますよ。あんたあの子の恩人なんですってね。あんたの行くとこならどこへでもついてくって言ってるんですよ。だから私もあんたたちについてくわ。構わないでしょ。真事じゃないんだ。寺田もここ何十日かで一人前になったはずだ。野合してもそれが本物になるなら結構じゃないか。寺田のボス、二人でどうにか考えなさい。寺田はおそらく君が初めての女だろう。君は寂しさを紛らわすために誰でもよかったんだろうが、あいつはウブだからね。たった一晩で惚れたんなら君にも責任がある。ただ俺についてくるのはやめてもらいたいな。俺だって生身の人間なんだから。女たちがどうしてもあなたを頼って一緒に行くと言い張るんじゃが、難民になってもろて南へ下ってはくださらんか。夜までここで待ってて、せめて鉄道まで連れて行ってくださらんじゃろうか。なあ、鉄道付近で北へ行くなり南へ行くなり。夜が明けるまでのことだ。そうしてやるよ。ダメですかな。みんなの意見も大体聞いたし、女の人たちの考え方もいろいろ聞かされた。どれが一番いい方法か俺にもわからない。だからこの際同じ考えの者が固まって行動するしかない。もう各自が自分で生き方を決めた方がいい。お前はどうするんだ？俺は鉄道を横断して先へ行く。銃は？捨てない。目的地まで行ける自信はあるのか？ない。やってみるだけだ。俺はすぐ出発する。寺田、
お前はここへ残った方がいいだろう。お前は若いから兵隊じゃないってば通るよ。銃も体験も土に埋めて見つからないようにするんだな。僕は残りません。行きます。あの女はどうする？お前は当てにしてるぞ。お前だって当てにしてもらいたいだろう。あの人なんか何でもないんです。あの人は梶さんに断られたから。分かりもしないことを分かってる逃げ者じゃないよ。あの女の欲しかったのはな、お前でも俺でもない。引っ張ったり守ったりしてくれる男の力だ。お前は残ってそれをしてやれ。お前は俺のかかとを見て歩いてる限りいつまでたったって一人前になれないぞ。うん？兵力は120名ストレート民兵だ。俺が撃つ音を合図に一斉射撃。即座に手榴弾を投げて殺到する。まず自動小銃を狙う。間違っても早まって発砲するな。ここで戦争されたら後で私たちがお願いです。兵隊さんたちやめてください。兵隊さんたちみんな銃を捨てて出ろ。降伏する。寺田、出るな。女と一緒にいろ。Шесть, семь, восемь,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.泣くな。まだ終わったわけじゃない。始まったんだ。ポイヨン。Обратно веритесь! Садись, Крыжу! Давай, давай! Идите в свои колонны! Скорее, обратно! Вставай! Тащит! Вставайте, садиться нельзя! Вставайте, садиться нельзя! Переводчик! Переводчик! Я! Кто дал распоряжение?誰だ勝手に止まるとどなってやつだ後ろからだよ後ろからやってきたんだ誰だ出ないとみんなが罰を食うぞ指揮官は怒っている犯人がわからないと全員3日の絶食労働だそうだ誰だ出てこい誰がやってんだお前じゃないか出ろよ出ないかよ私だ。バカ野郎何だってあんなことしたんだ停止させるつもりじゃなかった。停止するとも思わなかったが、停止してもらいたかったことは事実だ。On gabarit, aturiado, nugem plibal.
Нужен ли нам привал или не нужен? Это дело командира. Ты что, хочешь сопротивляться командованию? Ведь ты простой военнопленный. 捕虜のくせに勝手なことするなってよ。おい、正確に伝えてくれ。指揮官は前にいて後方の事情をよく知らない。下痢をして遅れる者が大勢いるんだ。監視兵に蹴飛ばされたやつもいる。俺は出過ぎたことをしたかもしれないが、指揮官にも後方の事情をよく説明してくれよ。Ongevalid, что задание плённое балине, у них понос. Один комбайр торгнул их пинком. Он просит, чтобы проверить это. Говорят, что наши конвоиры пьяняют японцев. Это правда? Применение физической силы к военнопленным не разрешается. Но если в дальнейшем какой-либо военнопленный нарушит нашу дисциплину, то он будет строго наказан. Фашист японский самурай. Кондуだけは勘弁してやるってさ。二度とするなよ。お前のことをファシズムの侍だってさ。Какой бандит? Пошли его к черту! Вставайте! Вставайте! Шагом марш! すいませんでした。いいんだよ。気にするな。ファシズムの侍が良かったな。黙れ。本日以後、不肖野毛が赤軍の指示を受けて作業の指揮を取る。我々は戦い入りあらず敗戦の悲運を経験することになったが、我々の祖国が滅んだのではない。我々はいつの日にか再び祖国の土を踏むのである。日本人は節度を重んじる民族である。ソ連の連中になるほど日本人は立派な民族だと思わせるよう割り当て作業を遂行せねばならない。そうすれば私は赤軍将校と対等に渡り合って必ず諸軍の待遇を改善させてやる。諸軍は健康の保持に留意し、耐え難きに耐え、しのみ難きを忍んで祖国再建の日を期してもらいたい。はい。てめえら将校職食らって何もしやがらんくせに。何言ってや。将校の特別待遇はしょうがねえんだよ。国際法でな。ええ。赤の国が差別待遇するのかよ。寺田、今思いついたんだがな。お前明日から病人のような顔してここへ残れ。それで
俺たちが作業に出たら連中の爆車のゴミ箱を漁ってな、じゃがいもの皮でもいい、人参の切れっ端でもいいから、もう食えるもんなら何でも拾ってくんだ。それを配給食と一緒にしてくんだ。そうでもしなきゃみんな参っちゃう。こんなことで死んでたまるか。食わさずに働けるかよ。何文句言ってるほら。ほらみんなお座敷がかかったぜ。お前は何をしてるのか。着物をね、このマータイで作るんです。ドスケに見つかったらどうするか。あんたの服は立派だからこんなもんはいらんだろう。しかし私たちは夏戦闘したまんまの服装だ。悪いことは言わん。元へ戻せ。たかがマーターに過ぎなくってもだ。戦利品の一部を盗んだとなるとただでは済まんぞ。日本人の対面にも関わる。ほっといてください。もう1週間もすれば水が凍る。私は着て歩きますよ。上下1枚ずつね。それとも誰か防寒被服の支給を保証してくれますか。ゴミ箱あさりもつらいな。水洗いする時だけですよ。ずいぶん水が冷たくなりましたから。でも洗い終わってしまうとこれでみんな明日も大丈夫だなと思ったりして張り合いが出ます。ああいう歌を聴いてるといいやつらなんだろうという気がする。多分歌いたくなるだけの生活があるんだ。軍隊以外のだ。軍隊にいた時僕は何にも知らなかった。梶さんは言いましたね。お前はアホだって。戦闘で死ぬのは犬死にだって。覚えてますか。うん。その通りでした。ずいぶん歩きましたね僕たち。こんな惨めな状態になるつもりで歩いていたんじゃなかったけど。でもいいんです。僕は生きていくってことはどういうものかやっと分かりかけたんだから。ここが人生の始まりです。これより下はないんですからね。
ここから上行けるんです。炊事当番ってのはよくしゃべるよ。べちゃくちゃ女の話なんかをね。まあ人生哲学ってのは珍しいな。そんなこと言うなら明日からあんたが残れ。僕は作業に出る。気にするな。人が真面目に考えたり話したりすると半字を入れたくなるのがこいつの癖だよ。会いたいと思ったやつにやっと会えたな。見たくもない面だ。強盗強姦の常習犯がこんなとこでうろうろしてていいのか。お前のおかげで俺はあれからすぐ捕虜になった。頭は使いようさはねえ。俺はどうやらアクチブの一人だ。この桐原さんがよ。引田や福本はどうしたんだ。言ったよ、しびれやな。明日からはこの辺を特に注意しよう。お前らにあんまり器用な真似されないようにな。梶、今度は俺の番だぞ。あいつの化けの皮が剥げるまで生きてなくちゃならんな。お前はと言って悪ければ君はだ。どうも口癖でね、民主主義の世の中になるんだそうだから改めよう。よく働くそうだが恋にサボを出してると聞いたが本当かね。サボではなくて病欠です。恋にではありません。やむなくです。困るんだよそら。赤軍将校が非常に憤慨しとるそうだ。君の真似をしたってわけでもないだろうが、他の組でも恋にサボを出してる。赤軍当局はそう見てるんだよ。こんな平易な作業でサボタージュを出すようではシベリアを食ってからは一番北の行ったっきり帰れないようなところがあるんだそうだが、そこへやるぞと脅かしやがるんだ。どう思うかね。どうも思いません。特に私をお呼びになった理由は何ですか。サボを出すのをやめてほしいんだよ。あなた方は将校待遇だから衰弱する心配はないでしょう。しかし私たちは自力で自分を守れるしょうがない。ソ連軍は今のところあなた方に軍隊の階級制度を適用しているようですから、あなた方の尽力で私たちが安心して働けるという保証があるんでしたら、私の考え方は変えます。私だって捕虜なんだよ。君は将校だったものに盾つくことに興味を持ってるらしいが、そのマーターのことでも。興味じゃない。必要がそうさせただけです。それでは私が頼んでもサボはやめないというのかね。やめません。よくないかもしれない。しかしやめられません。勝手は許さん。大の虫を生かすために小の虫を殺すということがある。お前の槍をいかんではお前を赤軍の手に渡すかもしれない。仕方ないですね、野木さん。私はね、社会主義の将来を信じますよ。同様に同胞の将来もね、仕事をするつもりです。それと同時に私は私の周囲のもんだけども体力の衰弱を防ぐようにしなければならない。そういうことですよ。君、ああいうのが将来危険なんだよ。ああいうのが今のうちに処置せんと。おう、どうしたい野毛との話は。お前があんまり派手にやるとせっかくの楽な作業が不意になっちまうと思ってな、心配したぜ。楽な作業ってお前何かしたか。お前のようなやつがいなきゃな、俺はもっと強く野毛に言えるんだよ。
そろそろ擦り切れが始まりやがった。お前はいいやつだがな、やっぱりバカだよ。真面目に生きるだけが正しいんじゃないってのはまだわからんのか。でたらめな境遇ではな、でたらめに生きるしかないんだよ。いじらしさに涙が出るぜ。泥棒にも三分の利って言うからな。やろなめやがって。おとなしく言ってわからんやつは停車場の主義で帰らってやるよ。この野郎、夜ばっかり使いやっから体が生になるんだよ。Стой! Стой! Перестань. Я не знаю, что этот человек сделал, но такое наказание — это слишком. А вы тоже хороши. Просто смотрите и смеетесь, да? Вы поступили неправильно. Знаете, в другой раз не простим. –じっとしてないとお前はああなるぞ。僕は死にません。ここまで生きてきたんですから。もっと苦しいことがありましたよね。じっとして寝てろ。構わないからここで火を焚いてくれ。皆川、通訳の皆川おらんか。すまないが病院へ一人手配してくれないか。満員なんだよ。退院が無理なもんでもどんどん出しているんだから。じゃあアスピリンか何かもらってくれないか。薬は入院しなきゃもらえないよ。それじゃあ俺が頼んでみるからね、通訳してくれよ。君ね、俺は忙しいんだよ。病人一人のことでうろうろしちゃいられないんだ。君、作業には出た方がいいよ。弁護してやりたくてもできなくなる。俺が何かの被告人でもなってるってのかね。君だけじゃないがソ連の将校が怒ってね、反動分子のサボを叩いてるんだよ。Рядовой. Срок службы 1 год 9 месяцев. Профессия служащий, ведущий рабочими. Значит, помогал эксплуатировать рабочих, а? Да. Получается так. はい。なんて言ったんだ。尋問外のことだ。答えるわけにはいかない。Здесь не суд, поэтому приговора вынесен не будет. Но мы не можем допускать сопротивления или саботажа со стороны военных пленных. Завтра ты поедешь на работу по сниманию рельс на лесных железных дорогах. Там нет ни лагеря,
ни заграждения. Но туда нельзя бежать, нельзя сопротивляться. Если попытаешься, помрешь голода. サボタージュの罰としてお前を重労働にやる。今度もし逃げようとしたり反抗したりすれば餓死することになる。そんなバカな話あるか。作業は何やらされたっていい。もう少し人間らしく話してくれ。俺にも話す機会を与えてくれ。そう言ってくれ。Что он говорит? Он говорит, ваши слова глупости. Глупые слова. Мерзавец. Фашист японский. なんだって。А, ты. Постой, постой. Я ведь видел уже тебя где-то. Так это ты, тот самурайский бандит. Такой человек, как ты, мог бы сделать такое. Самые вредные люди в мире — это немецкие бандиты. А после них такие японцы, как ты. Извините, что опоздал. Совещание затянулось. Что случилось, капитан Свердлов? Вы, кажется, очень раздражены. Заядлый фашист. Первый раз вижу такого человека. Сам организатор саботажа нас считает дураками, товарищ Чапаев. Да, он же сказал, что мы говорим глупости, товарищ Чапаев. Не может быть. Да, товарищ Чапаев. Товарищ Чапаев. Нет, товарищ Чапаев. Да, товарищ Чапаев. Да. タワリ氏というからにはこの男は多分本物の党員かもしれない。俺に言葉がしゃべれさえしたら皆があのバカが俺は君に言いたいことが山ほどある。一晩中かかるほどある。しかし君は分かってくれるかどうか。計画的なサボの理由を言いたまえ。おい、あまり理屈を言うなよ。僕は戦場で生き残って逃げて歩いた。逃げて歩いたことが間違いだったという実証をここで見つけたかった。ところがそれはロマンチックな間違いだった。ロシアの必要、歴史的任務というやつが時には人間の生命を踏みにじる。それを正当化する。正当であっても踏みにじられる方はたまらない。反逆とならない程度に自分を守ろうとする。他にどういうやり方があるか。Я пережил войну, видел и видел на юг. Но здесь, в лагере, я постарался увидеть себя, что я поступил правильно.
после войны вредил советским войскам, а? 戦闘が終わってからお前は我々の兵士に危害を加えたろ。加えた。Да. Китайцам тоже вредил? 中国人にも危害を加えたな。加えた。Этого достаточно, чтобы признать тебя военным преступником. それだけで戦争犯罪人の資格は十分だ。僕は否認することもできたんだ。証拠はないんだから。あなた方の仲間が日本人に加えた暴行や略奪を認めないだろう。認めたって赤軍の権威も理想も揺るぎやしないのに認めないだろう。僕は自分のしたことを認める。あなた方の手抜かりを指摘したいためにだ。僕をここへ突き出したのは将校の江か下士官の桐原だ。それは知らない。しかしどうだっていいんだ。問題はあなた方が便宜上野毛や桐原を利用して僕が組の者の体を維持するために計画的にゴミ箱あたりをやったことだけを責めてる。その点だ。あなた方は作業を急ぐために粗雑な管理で着手定規のやり方で善意を殺して悪意を見逃してるんだ。ファシズムに刺激されるより社会主義建設のために刺激される方がいいというだけでは現在の我々は生きられないんだ。Я признаю сделанный мной поступок. Я признаю, потому что я хотел бы указать на ваши неправильные мероприятия. Вопрос в том, что... Вы сильно возбуждены, раздражены. Не всегда дело идет хорошо. Главное, ваше недовольство вызвано тем, что мы будто организуем работу, не входя в ваше положение. Верно? もう少し時間が経てば君たちの間に民主化運動が起こって万事順当に行くようになるだろう。君は待つべきだ。個人的な方法に頼らず。君はサボタージュを認めている。我々は公然とサボタージュを認めるわけにはいかない。ここの指導者は君たちを森林鉄道の作業に出す方針を決定している。わずか1週間だ。君は従わなければいけない。何か他に言うことはないかい？もしあったらアスピリンか何かもらえないだろうか。Он просит лекарства. Его друг больной лежит. Ладно, что-нибудь сделаем до завтра.
帰ってきますね。うん。ここが人生の始まりだと言ったのは誰だ？俺が帰ってくるまでに治ってなかったらお前はよくよくの弱虫だぞ。寺田のことを頼む。行くんだってな。頼まれてくれないか。何を？寺田のことを。お前は俺をやっつけるのが目的だった。目的は達したろう。あいつは寝てるからね。食い物をやってくれ。俵七桐原にはできんことはないはずだ。折れて出りゃ俺の機嫌が治ると思ったかい。お前は俺と野毛さんを引き合いに出したそうだが、向こうさんは感じなかったってな。まあいいや。お前はこれから吹きっさらしで野宿するんだ。俺を叩き出したことはどれだけ高いものについたか、よく勘定してみろ。やるよ。持ってけ。勝った気になるな。火事じゃないか。丹下。逃げて歩いてたのも間違いなら捕虜になったのも間違いだね。もう一つ間違いを重ねてみようかとさようも。自信があるのか？あるとは言えない。捕まるか途中で殺されるか投資するかだよ。良好だけを頼んで行動するのは君らしくない。君がシベリア行きを恐れるんだとしたらおかしいよ。君が耐えられなければ他に耐えられる奴はほとんどいない。シベリアへ連れてって使いたいだけ使う。それはいい。そんなら平和だの解放だのって看板を下ろしてからやって。まあ待てよ。使うだけ使っといて後から教育してやろうなんてやり方、少なくともソ連がやるべきじゃないんだよ。俺は労働過重を言ってるんじゃないよ。給与の悪いことだって仕方ないと思うよ。監視兵だって俺たちと同じように土の上に寝るんだからな。俺が言いたいのはね、捕虜の大部分は階級の敵じゃないはずだ。それを扱うのに何か一本欠けてて、何か余計なものが入ってるよ。なんだその入ってるのは。勘違いかもしれない。だが感じるんだ。良いが独尊を。仕方がないじゃないか。戦略的にソ連第一主義が必要な段階だとしたら。そう。仕方がないか。結局人間ってやつは仕方がないに落ち着くのか。それは歴史が訂正するんだろうよ。君は俺じゃなくてね。
やなかった。俺はシベリアへ連れて行かれたらそれを言うために体を張るよ。おい、寺田、寺田、しっかりしろ、寺田。俺はよせって何度も止めたんだが、やっこさん熱が少し下がったもんでのこのこ起き出したんだ。期間気になって例の残飯あさりに出かけやがった。桐原に見つかったのは運の尽きさ。散々殴られて便所組の刺激に使われたんだな。クソだらけになってぶっ倒れてるのをみんなで医務室に担ぎ込んだんだが、その時はもう手遅れだった。お前の名前を何度も呼び続けて死んだらしいや。お前は信じないかもしれんが、俺は野毛んとこまで言いに行ったんだ。野毛の野郎相手にしやがらん。監視の兵隊は知ってるんだな。知ってる。しかし犯罪にはならんっていうらしい。直接の証拠はないんだな。丹下、俺は気が変わった。今夜出る。何も言わんでくれ。バカも間違いも承知でやるんだから。
ことでチャパエフが君に用があるそうだ。今頃なんだ？俺がお前との対決を求めたんだよ。怖いか？バカ抜かせ。皆が連れてかなきゃ話にならんだろう。通訳はいらん。向こうに分かるのがいるんだ。行くか？それとも俺に謝るか？うるさいやつだ。お前がシベリア送りになったらせいせいするぞ。こっちだよ。貴様。立て立て殴るぞ。それを聞きたかったよ。貴様。貴様は死ね。貴様のような奴は死ね。貴様のような奴が生産されるまでには時間がかかりすぎるんだ。その間にいい奴が参っちまうんだよ。死ね。死ね。死ね。
そこへ。寺田か。なんだお前まだ俺についてきたのか。よせよ寺田。お前は俺のかかとを見て歩いてたんじゃいつまでたっても一人前にはなれないぞ。いや、お前はもう立派な一人前の男だ。どこだって行けるよ。俺はまだ歩いていく。もし方角を間違えたら教えてくれ。お前は一人前だ。頼むから教えてくれ。俺は間違えなかったろ。間違えなかった。丹下はシベリアを歩いてるな。あいつは多分俺を軽蔑したり羨ましがったりするだろう。美智子、誰が笑っても止めても俺は君のところへ歩いていくよ。今だってこうして歩いてる。あの部落へ寄って小敷をして、それからまた君の方へ歩いていくよ。你是聋子吗？他妈的！走开走开！
美智子、ここまで精一杯にやってきたことで許してくれよ。美智子、ここまで来た俺を見てくれよ。美智子、これは食べないで君にやるよ。君に持って帰るよ、このまんじゅうは。たった一つのお土産だ。700日余りも留守をした僕のたった一つの土産だ。ずいぶんたくさん人を殺した。君のところへ歩いていくために俺はずいぶん人を殺した。嫌わないでくれよ。俺は君の方へ行く。今でもこうして君のところへ歩いているんだから。美智子、君はまだ俺のことを待っていてくれるだろうね。よかったわ。誰が何て言ったって私は帰ってくると思ってた。くすぐったいあなたのひげ、早速きれいに剃ってね。お風呂へ入って。ダメよ、ご飯はその後。あなたのことですもの。きっと帰ってくると思ってた。きっと帰ってくるって。あなたに抱かれてると体が溶けちゃいそうまるで。待ってくれ美智子、もう大丈夫だ。もうすぐだよ。俺はここまで来た。もうすぐだからね。苦しみとばかり並んで歩いてきたが、それももう終わる。今夜俺は君を見る。君の声を聞いて、君の手に触れる。そして失われたものの全てを今夜俺は思い出す。5分間だけ休ませてくれよ。それから行く。必ず君のところへ行く。とうとう俺たちはさよならを言わずに済んだね。美智子、君と俺の生活は今夜から本当に始まるだろう。美智子、俺はとうとう帰ってきた。とうとう君のところへ。